今日もプロ野球シネマ、始めていくよ。今回お送りするのは、東京ヤクルトスワローズ。2025年に75周年を迎えたヤクルト。これまでどんな歴史をたどってきたのか。それでは、上映開始していくよ。時は1949年。そのオフにリーグ拡張方針に伴う、プロ球団乱立の煽りを受け、各地の国鉄鉄道管理局の野球部から、選手が引き抜かれる事態が発生。そのことから秋に当時の国鉄総裁、加賀山幸雄は、国鉄の新事態に即応して、身近なプロ球団を結成するということは、どんなものだろうか、と発言。さらに加賀山が、大の野球好きだったこともあり、参入を決意。そして1950年1月12日に、セリーグに加入申し込みを行い、チーム名を国鉄スワローズとして加盟。初代監督には西垣徳夫が就任したよ。しかし、参入が他の球団より遅れていたため、選手確保がままならず、自前の鉄道局野球部を中心に、他の社会人や大学などのノンプロ、アマチュア野球に残っている人材をかき集めたが、プロ経験者は、一時期阪急に在籍した中村栄のみという状態。3月10日の球団初公式戦の太陽戦に2対1で敗れ、翌日の広島戦に3対2で球団初勝利。しかし12日から5連敗。その後も3月21日から14連敗、4月26日からも10連敗で最下位に沈み、あまりの弱さにセリーグは、5月末から6月上旬まで試合日程を組まず、ミニキャンプを強制。また打線強化のため、4月には社会人野球チームの、選手兼任監督の藤田壮一。5月には松竹の2軍監督、森谷陽平が入団。そして8月に競泳賞の金田正一が、高校を中退して入団。10月1日にプロ初勝利を挙げると、この年8勝を挙げ、シーズンは42勝94敗に分け、首位から 57.5 ゲーム、最下位と 1.5 ゲーム差の、8球団中7位となったよ。51年は、開幕から12勝4敗で首位に立つが、その後負けが込み、前半終了時には6位。8月に入り、金田がこの月だけで6勝を挙げ、チームは5位に浮上しシーズン終了。9月5日に金田が、球団初となるノーヒットノーランを達成。また金田はこの年22勝を挙げ、最多奪三振、土屋が球団初のタイトルとなる、最多盗塁を獲得。52年は4月と5月とも20連敗となり5位。金田は24勝を挙げ、2年連続の奪三振王。佐藤隆夫が球団初の新人王を獲得したよ。53年からセリーグは現在の6球団制に移行し、45勝79敗1分けに終わり、球団史上初の最下位となるよ。55年は10月に、金田がシーズン350奪三振で世界新記録。町田幸彦が本塁打王を獲得するも、57勝71敗に分けて、首位巨人と 34.5 ゲーム差の5位。57年は金田が7月15日の中日戦で2000奪三振。8月21日の中日戦で、史上4人目の完全試合を達成。この年は最多勝利と最優秀防御率、さらに沢村賞と自身初のベストナインに選ばれているよ。チームは58勝68敗4分けの4位。58年の6月に、金田が球団初の、通算200勝を達成。チームは2年連続の4位になるも、金田が最多勝、防御率、奪三振の投手三冠王を達成し、沢村賞を獲得。62年9月5日に、金田がメジャー記録を抜く、通算3509奪三振を達成。チームは51勝79敗4分けで最下位。オフには西鉄からトヨタ安光を獲得したよ。64年7月に金田が、14年連続となるシーズン20勝を達成。しかしチームは5位に終わり、オフに監督の林の鋼鉄化留任をめぐり、親会社の産経新聞と国鉄が対立。これに関してエースの金田が、林監督がそのまま続投した場合移籍するが、解任された場合は残留する。との声明を出したことから、国鉄は頑として林の鋼鉄を主張。結果林は留任となり、それにより金田は10年選手の特権を行使して、巨人に移籍。金田を失ったことにより、国鉄は経営意欲を完全に喪失。富士山系グループへ経営権を全て譲渡して、経営から撤退。65年の4月、国鉄は球団の経営権を、産経新聞とフジテレビに譲渡。そして5月に、チーム名を産経スワローズに変更。同年は44勝91敗5分けの最下位。またこの年からドラフト会議が行われ、11名中9名が入団を拒否。66年の1月に、少年野球ファン開拓のために、フジテレビで鉄腕アトムが放送されていたことや、作者の手塚治虫が当時、球団後援会副会長だったこともあって、鉄腕アトムをペットマークに使い、チーム名を産経アトムズに変更。68年5月26日の広島戦に勝利し、球団通算1000勝を達成。チームは64勝66敗4分けの4位。ロバーツが40本塁打を記録し、ベストナインを獲得。投手では石戸が、チームとしては金田以来となる、シーズン20勝。70年には、ヤクルト本社が経営権を持ち、球団名をヤクルトアトムズに変更。71年に三原治が監督に就任。松岡弘が14勝を挙げるも、
チームは52勝72敗6分けで、2年連続最下位。72年には2年目の若松勉が首位打者。投手陣は安田健が72年、73年と2年連続で防御率1位。ただチームはその間2年連続の4位に終わるよ。しかし73年11月に、虫プロダクションが倒産不活となり、鉄腕アトムのキャラクターの使用を中止。チーム名を、ヤクルトスワローズに変更。76年の5月に、監督の荒川が成績不振を理由に休養。監督代行に、ヘッドコーチの広岡達郎が指揮を執ることが発表されたよ。結局5位に終わり、62年から15年連続で、シーズン負け越しを記録。77年の9月に大杉が、太陽戦で1イニング5本塁打の、日本タイ記録を達成。若松が2度目の首位打者。マニエルが42本塁打を記録。同年は62勝58敗10分けで、球団創設以来初の2位。78年には、球団史上初めて、アメリカのユマでキャンプを行い、チームは前半を首位で折り返すも、後半に入り失速。しかし10月4日の中日戦に勝利し、創立29年目で初のリーグ優勝を本拠地で決めたよ。日本シリーズでは、阪急ブレイブスを4勝3敗で下し、球団史上初の日本一を達成。広岡監督が勝力松太郎賞。若松がチーム初のセリーグ最優秀選手に選出。79年は開幕8連敗と大きく出遅れるも、新外国人のスコットがサイクル安打を放つなどの活躍で、勝率を5割まで戻すが、その後は最下位を独走。これにより複数のコーチが休養となり、それに激怒した監督の広岡が辞任。最終的にチームは、8年ぶりの最下位となったよ。80年には、竹上が球団初の生え抜きとして、監督に就任。チームは68勝52敗10分けの2位となり、松岡が最優秀防御率のタイトルを獲得。83年は、ドラフトにて抽選の末、入団交渉権を獲得した荒木大輔が入団。チームは53勝69敗8分けで、2年連続最下位に終わったよ。85年には、明治大学の広沢克実を獲得。八重樫が捕手として、球団初の打率3割。杉浦も自己最多の34本塁打と活躍。10月9日に若松が2000本安打を達成するも、46勝74敗10分けの最下位。オフには優勝バッテリーの松岡と大谷が共に現役を引退。89年には、パリッシュが本塁打王、新人のトマシノが新人王を獲得。高卒3年目の内藤が12勝。高卒ドラ1の川崎も、巨人戦完封を含む4勝を記録。最終的に、55勝72敗3分けの4位。そしてこの年、若松が現役を引退したよ。90年には、IB 野球を掲げる野村が、監督に就任。野村は新人の古田を、正捕手に起用。それまで捕手だった飯田をセカンドに。開幕マスクをかぶった畑は、打撃を生かして外野にコンバート。チームは最終的に58勝72敗の5位。オフに栗山が引退したよ。92年は、広島、巨人、阪神との優勝争いとなり、10月10日の阪神との直接対決で勝利し、14年ぶりのリーグ優勝を決めたよ。ハウエルが首位打者と本塁打王の2冠となり、MVP も獲得。西武との日本シリーズは、3勝4敗で敗退したよ。93年は、5月から高津が抑えを担い、ハウエルがサヨナラ本塁打5本と、勝負強さを発揮したことにより、リーグ2連覇を達成。投手陣では新人の伊藤が7勝、5完投、4完封、防御率 0.91 の活躍で、新人王を獲得。打撃陣では広沢が2度目の打点王を獲得。西武との日本シリーズでは、4勝3敗で15年ぶりの日本一を達成。シリーズ MVP の川崎は、カムバック賞も受賞。監督の野村が勝力松太郎賞、古田がシーズン MVP を獲得したよ。95年は、古田と飯田がシーズン通して活躍。阪神を退団したオマリーが、自身初の30本塁打を記録。投手陣はテスト入団した、新外国人のブロスが、9月9日の巨人戦でノーヒットノーランを達成。さらに最優秀防御率を受賞。チームは2年ぶりのリーグ優勝を決め、オリックスとの日本シリーズでは、イチローを中心とする相手打線を抑え、4勝1敗で2年ぶりの日本一を決めたよ。97年には、広島を自由契約になった小早川が入団し、開幕戦の巨人戦で、相手先発の斉藤から3打席連続本塁打。投手陣では田畑が15勝、吉井が13勝、伊藤も高津とのダブルストッパーで復活。結果的に11ゲームの大差をつけ、2年ぶりの優勝を決めたよ。開幕前は正評価だったホージーが、松井を抑え本塁打王。西武との日本シリーズでは4勝1敗で、4度目の日本一を達成。そしてオフに、吉井が FA で MLB のメッツに移籍したよ。99年は、先発陣が1桁勝利に終わり、野手陣ではペタジーニが44本塁打を放ち、本塁打王を獲得するも、チームは2年連続の4位。2000年は、石井が最優秀防御率のタイトルを獲得。五十嵐もリリーフだけで、11勝を挙げる活躍をしたが、チームは3年連続の4位に終わるよ。
2001年は投手陣が、石井以外様変わりし、2年目の藤井が14勝を挙げ最多勝。テスト入団したエリクと、同じくテスト入団2年目の前田がそれぞれ10勝。打撃陣はペタジーニが、本塁打王と打点王の2冠。古田が打率2位の3割2分4厘を記録し、チームは4年ぶり、6回目のリーグ優勝を達成。また球団生え抜き監督による、リーグ優勝は球団史上初で、リーグ優勝を決めた直後のインタビューで、監督の若松は、ファンに対して、ファンの皆様、本当に、おめでとうございます。と言い間違え、今でも球史に残る名言となったよ。近鉄との日本シリーズでは、近鉄の伊手前打線を封じ込め、4勝1敗で4年ぶり、5回目の日本一となったよ。また球団生え抜き監督による、日本一も球団史上初。そしてオフに、石井がメジャーのドジャースに移籍したよ。2003年は、高津が通算229セーブのプロ野球記録を更新し、最優秀救援投手を獲得。また、ラミレスが本塁打王、打点王、最多安打のタイトルを獲得。最終的にチームは、巨人と同率の3位となったよ。2005年は4月24日に、古田が捕手として史上2人目の、通算2000本安打を達成。最終的にチームは4位となり、シーズン終了後、若松は監督を退任し、後任は古田が選手兼任監督として就任したよ。オフには、球団名を東京ヤクルトスワローズへ変更。2007年は、五十嵐、石井宏寿が手術の影響でシーズンを棒に振るなど、主力級が次々と離脱。全く戦力が整わず、シーズンは21年ぶりの再開が確定。古田の現役引退、退団が発表され、青木が首位打者、ラミレスが打点王と最多安打。グライシンガーが最多勝投手となるが、両外国人が巨人、石井一久が FA で西武に移籍したよ。2008年は先発投手陣が軒並み移籍したこともあったが、巨人に開幕3連勝をするなど、4月終了時は3位。先発では石川、立山が共に12勝を挙げるも、野手陣の離脱で長打力不足となり、最終的に5位。オフに横浜から FA 宣言した相川洋二を獲得。ちなみに、初の FA 選手獲得だったよ。2009年は、序盤から2位をキープし、前半戦で貯金を14まで貯めるも、後半戦に入り失速、8月には18敗、9月には9連敗を喫し、一時5位に転落するも、10月9日の阪神戦に勝利して3位が確定。3年ぶりの A クラスと、球団史上初の CS 出場を決めたが、中日との CS 第1ステージでは、1勝2敗で敗退したよ。オフに五十嵐が FA でメッツに移籍。11年は、バレンティンや畠山などが好調で、4月下旬には首位に立つも、9月以降主力選手の離脱などがあり、2位の中日との直接対決で1勝8敗と負け越し、首位陥落。CS では球団史上初の、ファイナルステージに進出したが、中日に2勝4敗で敗退。バレンティンが本塁打王を獲得し、オフに青木が、ポスティングでブルワーズに移籍したよ。12年は、4月末で単独首位に立ち、5月4日に宮本が、通算2000本安打を達成。交流戦では10連敗を記録するなど、9勝15敗の最下位。最終的に3位が確定。CS ファーストステージでは中日と対戦し、1勝2敗で敗退。バレンティンが2年連続本塁打王を獲得。オフに元楽天の岩村が、7年ぶりに復帰したよ。13年は6年ぶりの再開が確定するも、投手では、新人の小川が16勝4敗で、最多勝と勝率の2冠。野手ではバレンティンが、プロ野球新記録のシーズン56号本塁打と、アジア野球新記録の57号本塁打を記録し、最終的に60本で、3年連続の本塁打王を獲得。15年は投手陣が好調だったこともあり、一時は首位に立つが、5月に入ると9連敗を喫し、最下位に転落。しかし最終的に、10月2日の阪神戦に勝利し、14年ぶりのリーグ優勝を決めたよ。バーネットが2度目の最多セーブ。川端が首位打者と最多安打。山田が本塁打王と盗塁王と最高出塁率。畠山が打点王のタイトルを獲得。さらに山田は、史上9人目となるトリプルスリーを達成したよ。ソフトバンクとの日本シリーズでは、1勝4敗で敗退。17年は主力の故障が相次ぎ、交流戦以降最下位に低迷。最終的に、球団ワースト記録を更新する96敗で、3年ぶりの再開が決定。オフに青木が7年ぶりに復帰したよ。19年の1月に五十嵐が10年ぶりに復帰。シーズンは山田と村上とバレンティンが30本塁打以上を記録するも、投手陣が不調だったこともあり再開。村上は高卒2年目ながら36本塁打96打点を記録し、新人王を獲得。来シーズンの監督には、当時2軍監督だった高津が就任。オフには、オスナとサンタナ。ソフトバンクを退団した内川を獲得。21年は、4戦目に初勝利を挙げた翌日に、主力選手のコロナでの離脱で苦難が始まるも、サンタナとオスナが加入したチームは安定した成績を残し、
10月26日に、6年ぶりのリーグ優勝。CS では巨人に勝利し、6年ぶりの日本シリーズ出場が決定。オリックスとの日本シリーズでは、4勝2敗で、20年ぶりの日本一を達成したよ。22年には、交流戦にてセリーグでは初の優勝と、29年ぶりのリーグ連覇を達成。また村上が9月13日に、日本選手最多タイとなる、シーズン55本塁打を記録。最終的に、56本塁打を放ち記録を更新。また打撃3部門のタイトルを獲得し、令和初の三冠王となったよ。2年連続でオリックスとの日本シリーズでは、2勝4敗1分けで敗退となったよ。24年には、4月29日の巨人戦で勝利し、球団通算4500勝目。最終的に2年連続での5位となるも、サンタナが最高出塁率、長岡が最多安打、村上が3度目の本塁打王を獲得したよ。25年は、FA で楽天からモテキを獲得。開幕早々主力が相次いで離脱し、主力が復帰するも、前年最多安打の長岡が長期離脱。交流戦は再開、モテキの手術で今季絶望。5月6月も負け越し、最下位を独走。ルーキーの庄司が、2勝1敗28ホールド、防御率 1.05 の成績を記録し、新人王に選出されたが、チームは5年ぶりの再開となり、高津監督は退任となったよ。オフに村上が、ポスティングを利用し、メジャーのホワイトソックスに入団。後任の監督には、2軍監督からの昇格で、池山が就任したよ。